起きていない人がいるようですから、起きて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 くださいね。今日はね、この朝ココライブで何やら重大な告知があるらしいので、ぜひね、ちょっと朝からドキドキしていってくださいね。それではね、それでも普通にね、朝ココライブは通常通り放送されるんですけども、このようにね、どんな告知があっても頭の上でガタガタ騒ぎ続けているのは視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。ガタガタ、ドキドキ、ガタガタ、うるさいっすね。そういうわけで今日も朝ここの情報を見ていきましょうか。なんとクソザコ速報が入っていますね。なんと先日行われましたこちら牛田ペクラー氏の3D 配信、こちら VR ホラー 3D 配信ですね。こちらね、罰ゲームと書いてあるんですけども、もちろんね、何の罰ゲームか皆さんご存知と思いますけど、3月の30日に行われましたこちらの配信でね、自らに罰ゲームあり、1時間以内にクリアということでね、自分にね、罰を課してしまったんですよ。で、こちらのね、配信、この罰ゲームということでね、ちょっと時間経ちましたけど、昨日行われたんですね。ですが、なんとね、このように VR ホラーと言っていたにもかかわらず、突然なぜかライブが始まっちゃったらしいんですね。これはクソザコなのではないですかね。これちょっとクソザコですよね。皆さん、ちょっとね、これがね、始まった瞬間、やはり視聴者も困惑をしてしまいましたようで、この状態に対し視聴者はタイトル詐欺、ホラーから逃げるな、ホラゲしろペコ、ある意味ホラーなどとね、コメント欄がざわざわしてしまったようなんですね。確かにね、やっぱサムネこれですからね。サムネイルがこれで出てきたものがこれですからね。こっち発注ミスですよね。もちろんね、途中でマリンパイセンにぶん殴られながらもホラーをね、もちろんね、約束通りやることにはなったのですが、実はですね、こちらの配信の中でちょっと気になる発言があったんですよ。皆さん気にならなかったですかね。皆さんの意見は草ペコ、エミリーじゃん。そうです、これエミリー wants to play というね、 VR のホラーゲームです。ペコ草ペコ、これはクソザコ。さすがにこれは皆さん草ペコだったようですね。こちらちょっとね、気になる発言があったところを皆さん見ていただけますか。ちょっと映像でね、ご用意してますので見ていただきましょうか。ちょっと久しぶりにベゴーラの耳がマジ取れそうになった。久しぶりにベゴーラの耳がマジ取れそうになった。久しぶりに。耳が言っちゃってますね。久々に耳がどれ待ってくださいよ。皆さん、記憶に新しい6月17日にこういうことがあったような気がするんですけどね。ほったばかりの予感はしているのですが、ね、久しぶりにちょっと引っかかるものがあるのは私だけでしょうか。有識者によると、約1週間で久しぶりならば割と頻繁に取れているのでは。これちょっと
やっぱペコラパイさん耳4つあるのはやっぱり上に生えている2つはこれ着脱式なのではないんですかね。ちょっと気になりますが、皆さんの意見はくしゃそれはそう、ちゃんとつけてる。いやけどまあでも血ついてますからね。これやっぱ血ついてるんでね、取るとき痛かった、ちょっと痛かったって言ってますからね。やっぱ血つってちょっとね、不思議ですね。まあね、ちょっとホラーではね、ちょっとやっぱショックでね、突然意味わからないことを口走ってしまうこともありますからね。ペコをつけるのを忘れてたなどとね言われていたのもちょっとねありましたからね。これはいろいろと疑問が残るのではないでしょうか。それでは次に行きましょうか。これなんとクソガキ速報が入っているようですね。これ一体どういうことなんですかね。こちら誰でも誘惑をすることで有名なメスガキことクソガキ S 氏。こちらのね S 氏ですね、キレを吸い越しのね絶対彼氏ということで皆さんにはお知らせをしていたのですが、なんとこちらのクソガキ S 氏クソガキなようですね。なんと先日行われました配信の中でまたしても浮気をしていたことが発覚をしてしまいました。こちらのクソガキ氏ですね、もう誰にでも愛してる、誰にでも好きってね言っちゃうんですよ。もちろんね、もう私もそれギギと思いながら聞いてたんですが、ちょっと皆さん先日行われました雑談配信の中でなんと猫又奥義士と軽率に結婚してしまっていたことが分かったんですね。これちょっと皆さんどう思いますか。くしゃー、また呼吸してたのか。もうね、息を吐くように誰でも誘惑しちゃう。息を吐くように誰とでも結婚しちゃう。息を吐くように誰とでもチューしちゃう。もう全くもってね、これメスガキですね。しようよ。くしゃー。毎月のことも毎月ですよ。もう毎日やってますよ。これに対しキレを吸い越しはホッチキス持ってますよ。非常に危険な状態ですね。これメンヘラ化してこれ手首にホッチキスやっちゃうんじゃないですか。これ危ないですよ。非常に危険な状態ですね。これノート丸ごと行こうとしてますよ。こんなの許されますか。これ文房具ガチ勢から死ぬほど怒られますよ。こんなノート全部いっちゃうなんてこれ NG ですよ。 NG。 さすがにメンヘラにも度がありますよね。度が過ぎますよね。これいけないですよ。皆さんこれね真似しちゃいけないですよ。もうプル全くこのメスガキのせいでもうこのざまですよ。キレを吸い越しどう責任を取ってくれるのでしょうか。それでは次です。なんとこちらついに速報が入っていますね。ついに本日重大な告知が行われるらしいんですね。皆さんこちらホロライブ4期生に何かが起こるホロフォース Join the Future JP。 この気になる告知が出て数日、一体何が起こるのでしょうか。なんとこれ問題が何も用意されてない問題が起きちゃいましたね。こちらちょっと CM に行ってもらいましょうか。こんばんは。おやすみ。みんなおいで。
日土曜日21時から 3D のお披露目配信をさせていただきますやったー、やっとと言うべきかなんと言うべきか、皆さんも待ちきれないですよね。これでかいですよ。何かわからないけどでかいこれもうちょっとちらっと見えちゃってますよ。皆さん一体これどんなことになっているのでしょうか。ちょっとドキドキをするのですけど、実はですね、こちら3D のお披露目、この配信がですね、有識者によりますと、当初5月30日の予定だったんですね。まあ皆さんもちろんご存知の通り例のやつのせいですね。もともと予定はねもう終わってるはずだったんですよ。本当ならばあれさえなければもう終わっていたはずなのに、もうみんなと一緒に 3Dなんでもないです配信できているはずだったのにもかかわらず、このようにね伸びしてしまったのはもちろんねご存知の通りフレアパイセンもね伸びてしまったので、もう全部がね伸びとなったのですが、そのせいそのおかげもありまして、実は今回のホロフォース 3D のお披露目、私キルココの完全中身はオリジナルシナリオとなっております。どんな配信になるんですか。これは特別やで、考える時間があったで。というわけでね、どんな風なね配信になるかというのは皆さんね中身がねもうこういう流れなのかなとかね、もう皆さんの想像を全部ぶっ壊すんでよろしくお願いします。ぜひね土曜日の21時は開けておいてもらえると嬉しいです。これ実はですね、キリオシーコ氏によりますと、なんと運営と喧嘩をして匂わせの許可をもぎ取ったらしいんですね。やっぱりね3D いつやりますよっていうのって早く知っておいた方がね、皆さん社会人の方とかね、あと学生のねリア充の方なんかもね、その日デートの予定入れちゃったよなんてね何日も前から決まっちゃうのでね、私としては本当はね1ヶ月前ぐらいに告知しろやってずっと言ってたんですけども、どうにもならなくてなんとか喧嘩して胸ぐらつかみ合ってなんとか匂わせならやってもいいですよって言ってね今日までに匂わせてきたんですけど、気づきました匂わせの許可をねもらってプンプンで匂わせてきてたんですよ。みんな分かってなかった？気づかなかったか。みんなさすがに私匂わせ高等テクニック系女子なんだね匂いしかしなかった。もうプンプンに匂わせてたんですけどね、やっぱもっと早く知りたいよね。予定みんなにも予定ってものがあるんだから4日前なんて遅すぎるでって私は思うんですけど、皆さんの意見はどうでしょうか。匂ってんで香水変えたプンプンっすね。キルココシのスメルがしてるようですね。気づかなかった。バイト入ってるよ。バイト入ってる。そう、こうやってねバイト入っちゃう人もいるからね、もうどうせあっても半年ぐらい前から言った方がいいと思うんですけど、まだデビューして半年経ってないか。できればねこれからはもっと前から告知ができるんですか。言っちゃっていいんですか。もっと言いたいことあるんですけどね、このように今ねちょっと告知をさせていただきましたが、なんとねマネージャーはねどうやらね夜みんな重大発表枠夜撮ってるらしいっすよっつってねかっこお前も夜撮れという風にねマネージャーは夜やってほしかったらしいででも私はねせめて今朝言ってくれればデートの予定入れなかったのにっていう人のためにもう1秒でも早く言いたくてね、だからでもなんか言ってるからねいいんだ知らないよというわけでねそれでは
でいいですよ。それでは次です。なんと朗報が入っているらしいですよ、皆さん。朗報です。なんとですね、先日ね、こちら放送しました。ね、こちら昨日の朝ここライブでね、ロシアパイセンが貼り付けを未だに覚えていない3回目にして貼り付けのやり方を同じ人に聞いてしまうというクソ雑魚を言いましたが、なんとルシアパイセンついに覚えたらしいんですね。こちらは朗報ですよ、皆さん確認をしてみましょうか。ルシアもいたのねえ、後輩また来たらさ、ごきせいちゃんたちが来たらさ、コピーの仕方がわからないの？コピーの仕方はね、コントロール V だよ。ごきせい来たら言うんだ、ルシア。なにわからないって？やばい、それしかわからない。それ以外わかんないんだけど。頼り。コピー C。ペーストが、C、それが C の。それもじゃあ教えら、コピーするね。コピーの仕方はね、コントローラー C だよ。でね、それを貼り付けるのがコントローラー V だよって、なんか、得意げに言いたいな。でしょ。こちらは、皆さんの意見は、かわいい。コントローラー、くしゃー、これに対し、有識者は、やっぱり一生覚えないでほしい。やっぱり一生覚えないでほしいっすね。もうこの調子で言っていただきたいと思いますね。やっぱコントローラーだと思います。そう思いますね。パイセンがね、5期生がなんかね、これから来たらっていう話してますけど、5期生来た時にね、教える姿がきっとね、見られますよ、皆さん。楽しみにしてましょうか。まあ大体大体知ってると思いますけどね、パソコン触ったことある人だったら、大体知ってるとは思うのですが、というわけで、今回ですね、皆さんに覚えていただきたい英語は、一生なんとかしないでほしい。一生なんとかをしないでほしいんですけどって人に言いたくなる時ありますよね。この時の言葉を皆さんに覚えていただきたいんですね。こちら、一生なんとかをしないでほしい。これはね、Don't you ever、 こういう言い方になるんですね。ここに何をしないでほしいかを書きます。なので、例えば覚えてほしくない、一生覚えないでほしいでしたら、ここにね、ですね、覚えが入ったら、ここは例えばmemorize ですね。ちょっとはみ出ちゃったな。はみ出ちゃったので書き直しますけど、そうですね。memorize ですね。memorize はメモリーって記憶ってあるでしょ。それをeyes、覚えているもののことはメモリーですけど、memorize 覚えるということは memorize と言います。なので don't you ever memorize、 でもこれね、何を覚えるかって書いてないし、何を一生覚えしないでほしい。これ日本語でもね、何をって聞かれちゃうと思うんで、memorize、 例えば don't you ever memorize、 この後に何をっていうのを付け足します。ロシアパイセンでしたら don't you ever memorize、how to copy とか、copy、and、paste とか、それをね、how to copy ですよ。コピーのやり方でしょ。なのでね、ここには自由にこの後の文章は考えていただいて、あとこちらですよね。Don't you ever、 この ever というのが一生というのの言い方になります。そして don't というのがしないで、これはわかりますね。don't stop、止まるなみたいなので、なんとかをするなという言い方になりますよね。なのでこれは memorize にかかります。 memorize を don't you、 そしてこれですね、 don't you、 これだけでてめ
てめえなんとかすんなよすんなよという言い方になりますので、そしてこれを付け足すことでてめえ一生なんとかすんなよという言い方になります。このね ever なくてもいいですよ。 Don't you memorize copy and paste だけでもいいですよ。でもそしたらね覚えないでください。この copy and paste という言い方だけになります。一生覚えんじゃねえぞという言い方を強くしたいときはね、やっぱりねこの ever を入れることで強調されます。そして例えばねもっと絶対に激しく覚えてほしくないときは Don't you ever ここにですね fucking を入れることで Don't you ever fucking memorize fucking 覚えんなよということでね、さらにもう絶対に一生覚えないでほしいという言い方ができるということですね。それでは皆さん本日もですねこちらの朝ここライブを見てくれましてありがとうございます。本日の天気はこちら全部消えちゃったじゃないの。まったく本日の天気はこちらになります。わため13ここち重大発表。わため13ここ顔怖いよ。顔怖すぎるんですけどもうどんどん画力上がるのやめてくださいよ。というわけで本日のアークサーバーのパスワードは Saturday 3D SATURDAY 3D ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。おはようございました。天気かけよわため。Tail blood, SHIT